こんにちは、あかね、93歳の独り言です。戦争を知る者として語る、平和への願い、東南アジアの知恵に学ぶ。今朝も目が覚めました。よかった。明日は目が覚めるかどうかわかりません。ですから、今日できることを精一杯行ってまいりたいと思います。残り少ない人生をここに捧げております。突然、この動画の更新がストップした場合は、あかねが黄泉の国へ行ったということでご理解をお願いします。今日は東南アジアの平和外交について考えたいと思います。私のこれまでの人生経験、特に恐ろしい戦争の記憶から、私はずっと二度と戦争はこりごりという思いを強く抱いて生きてきました。横浜での空襲の夜、防空壕で震えながら家族と身を寄せ合ったあの時の恐怖。食べ物もなく、毎日が生きるか死ぬかの瀬戸際だった日々。そんな体験をした私にとって、平和ほど尊いものはありません。だって、今日も空から焼夷弾が落ちてこないんですから。ですので、今、平和な日本を後の世代に引き継ぐために、現在の日本の安全保障の在り方について私なりに考え学んでいます。戦争を実際に体験した私たち世代が少なくなる中で、若い方々には戦争の悲惨さを伝えることの大切さを痛感しています。選挙権を有権者の半分が捨てている現状も、今のマスコミ情報の不正確さや低賃金、長時間労働で皆さん疲弊していて、政治や経済に頭が回らないのではと思います。さらに、高齢者の選挙への姿勢です。よくわからないから自民党に入れておく、いつもそうだから、頼まれたから自民党に入れてます、という人が多いのです。これは世の中を支配している者にとっては好都合です。そんな現状を微力ながら変えていこうと思い、こうやってブログや YouTube で発信しております。憲法9条をめぐる議論、東南アジアの平和外交。今回は特に日本の平和主義の象徴である憲法9条をめぐる議論の中で、私が共感を覚える日本共産党とれいわ新選組の考え方について、その共通点を探りながら、さらに戦後の東南アジア諸国の平和外交戦略についてお話ししたいと思います。日本共産党の東南アジアにおける平和外交政策。日本共産党は、現行憲法のすべての条項、特に平和主義を強く守るべきという立場を貫いています。特に憲法9条の改正には断固として反対し、憲法改悪阻止を掲げています。私も戦争を体験した者として、この姿勢には深く共感します。戦争がもたらすものは、決して栄光や名誉ではありません。それは破壊と悲しみ、そして取り返しのつかない命の損失だけです。軍事力に依存しない平和構想。日本共産党の東南アジアにおける平和外交政策の中心点は、軍事力に依存せず、対話と協力に基づいた平和構想を重視するものです。C. 一夫議長は、一貫した平和外交が大切で戦争は平和外交の挫折だ、と繰り返し述べています。これは、まさに私たち戦争体験者の実感そのものです。戦争は、外交努力に失敗した末の最悪の結果なのです。日本共産党の具体的なアプローチとしては、以下のような考え方を示しています。軍事力に頼らない平和構想の追求として、日本共産党は、軍事的な抑止力や軍事同盟の強化が、軍事対軍事の悪循環をもたらし、破滅的な大惨事につながる幻想であると批判しています。これに対して、軍事費の削減を主張し、長距離ミサイルの保有、武器輸出の解禁、集団的自衛権の行使容認などに反対し、日本が戦争国家となることを許さない立場をとっています。
また、日米安保条約の廃棄と対等、平等の日米友好条約への転換を提唱しており、これにより真の独立国家としての外交を展開できると考えています。ASEAN との協力の重視と東アジア平和宣言。日本共産党は ASEAN 東南アジア諸国連合がかつて分断と敵対の地域を平和と協力の地域へと変化させた経験を高く評価しています。彼らは ASEAN が年間1500回もの会合を開き、相互理解と信頼醸成を進めてきたこと、そして ASEAN の中心性を堅持し、自主独立と団結を大切にしてきたことを平和構想の成功例として注視しています。日本共産党はこの ASEAN の経験に学び、東アジア平和宣言を提唱しています。これは ASEAN と協力して軍事同盟に頼らない東アジア規模での平和の地域協力枠組みを発展させることを目指しています。この宣言は2019年の ASEAN 首脳会議で採択された ASEAN インド太平洋構想 AOIP の実現を目標としています。AOIP は対抗でなく対話と協力、発展と繁栄のインド太平洋地域を作るという構想であり、日本共産党の外交ビジョンは特定の国を排除せず、地域のすべての国を包摂する平和の枠組みを共に作っていくことを目指しています。れいわ新選組の憲法への姿勢。れいわ新選組は現行憲法の精神、特に基本的人権の尊重を重視しており、憲法改正よりも現行憲法を生かして国民の生活を守る政策を優先すべきという立場です。彼らは憲法9条の堅持を唱え、緊急事態条項の新設にも反対しています。また、れいわ新選組は、現行憲法が守られていないところが問題であり、生存権の保障など憲法を実現することが必要であると唱えています。これは、憲法の理念を空疎なものにするのではなく、実際の国民の生活に即した形で生かしていくべきだという考えです。両党が共通して願う平和への思い。このように見ていくと、日本共産党、れいわ新選組には、平和を願う上で多くの共通点があることがわかります。1、憲法9条の堅持と一貫した平和外交の追求。両党とも9条改正に断固反対し、平和主義を強く守るべきとしています。れいわ新選組も9条の堅持を唱え、現行憲法の精神を生かすことを注視しています。れいわ新選組の伊勢崎賢治氏も、日本が戦争に巻き込まれないための備えとして、一貫した平和外交を重視し、真の安全保障は、国際社会の信頼と世界の世論を味方につけることだと述べています。両者とも軍事力に頼るのではなく、外交や対話を通じて国際社会における日本の独自の非軍事的な役割を果たすことを目指しています。2、既存の安全保障体制への批判的視点。日本共産党は特定の軍事同盟に過度に依存しない多角的な対話を中止し、日米安保条約の廃棄を提唱しています。れいわ新選組の伊勢崎賢治氏は日米地位協定によって日本が従属的な状況にあることや、アメリカ追随の外交政策への懸念を示しています。れいわ新選組も緊急事態条項の新設に反対するなど、現行の軍事強化の動きに反対する姿勢です。3、国民の生活と命を守ることを最優先とする視点。私のもう戦争はこりごりという思いは、れいわ新選組が国民の生活を守る政策を優先すべきと提唱する点や、山本太郎代表が国民の命を守ることを国防の本質と捉える点と深く重なります。戦争が一部の人々に
金儲けをもたらす一方で、多くの国民が苦しみになるという冷たい現実への共通の認識です。4. 核兵器廃絶への取り組み。日本共産党は唯一の被爆国として核兵器禁止条約への加盟へ批准を強く提唱しています。日本が唯一の被爆国として核兵器のない世界を目指す取り組みを続けてきたことは、憲法の平和主義の理念に基づくものであり、戦争当時の私の願いと重なります。5. 地域共同体への期待と協力の重視。令和新選組の伊勢崎健二氏は EU や ASEAN のような地域共同体の中に安全保障の枠組みを構想することに現実的な期待を寄せており、特に ASEAN+3 日中間を中心に安全保障の信頼醸成の枠組みを作るプランが考えられると述べています。日本共産党も ASEAN の成功例に学び、東アジア全体を平和の地域共同体に変えることを目標としています。これは対話と協力による平和構想を目指す点で共通しています。私から見れば、これらの考え方は、一貫した平和外交をやり抜く経験のある政治家を、私たち日本国民が自分たちの手で強く選び、育てていくという私の願いに最も近いものなのです。戦後、ASEAN 諸国が実際に大国との外交をどのように行い、戦争を回避してきたか。東南アジア諸国連合 ASEAN 加盟国は、歴史的に米国や中国などの大国との間で独立性や対等性の確保を目指し、さまざまな外交戦略を展開してきました。彼らの経験は軍事力に過度に依存しない平和外交の可能性を示唆しています。1. 多国間外交とヘッジング戦略。ASEAN 諸国は ASEAN 中心性を掲げ、米中両大国の間で一方に偏らず、多国間の枠組み ASEAN+3 東アジアサミット ASEAN 地域フォーラムなどを活用してバランスを取る戦略を採用しています。これはヘッジング戦略とも呼ばれ、特定の超大国への依存や従属を避けるために複数の大国と同時並行で関係を深める手法です。2. 非同盟中立原則。 ASEAN は冷戦期から非同盟中立を基本方針とし、1976年に東南アジア友好協力条約 DAC を制定しました。これにより、域外国もこの条約に署名することで ASEAN 主導の多国間秩序を強調しています。1971年の東南アジア平和、自由、中立地帯構想 ZOPFN 宣言は、東南アジアを平和、自由、中立の地域とすることを目指し、域外大国の軍事的介入や影響力を最小化しようとしたものです。3. 安全保障条約の拒否、修正履歴の例。フィリピンは1991年に米軍基地協定の延長を拒否し、米軍が一時撤退しました。その後、1998年に訪問軍協定 VFA を締結し、恒久的な米軍駐留を許可する形で関係を再構築しています。これは従属的な安保体制からの脱却と現実的な安全保障の確保のバランスを模索した例です。シンガポールやインドネシアなども米国との正式な安保同盟は結ばず、基地利用や共同訓練など個別協定による柔軟な安全保障協力を選択しています。4. 国際法の重視と発信。ASEAN は南シナ海問題において南シナ海行動規範 COC の策定を中国と協議し、法的拘束力のある枠組み作りを目指しています。南シナ海仲裁裁判所の判決などでも国際法に基づく解決の重要性を強調し、
法の支配を唱える外交を展開しています。ASEAN 諸国は多国間枠組みの活用、ヘッジング戦略、個別協定の柔軟な運用などによって大国との関係で自立性や対等性を追求してきました。これは日本共産党やれいわ新選組が原則とする真の独立外交に通じるものです。私の願い、そして未来への思い、横浜での大空襲の光景、そして栄養失調で亡くなった兄の無念。あんな思いは誰にもやはり二度と味わってほしくありません。平和は誰かが与えてくれるものでも黙っていて守れるものでもありません。私たち一人一人がこの国の行く末を真剣に考え、声を上げ、議論し続けること、その小さな声が集まってやがて大きな力になるのだと私は信じています。次の選挙では皆さんもぜひ各政党が掲げる経済政策だけでなく憲法に対する考え方にこそ目を向けてほしいと願っています。これからも皆さんと共に平和な日本を守り続けていきたいと思います。今回はここまでです。このブログや YouTube を始めたのは戦前、戦中、戦後を生き抜いた世代だから語れることがたくさんあるはずだと考えたからです。私の中にはまだ解決していない問題があります。終戦の時に思った疑問があります。なぜ戦争があるのか、あの大空襲で何の落ち度もない人々が何故に無残に黒焦げになり消えていかなければならなかったのかという疑問です。私が今こうして YouTube をやっていることが奇跡のようなものです。あんな戦争は二度とこりごりです。私はもう90年以上も生きましたが、子供たちや孫、ひ孫たちのこれからを考えています。こうやって動画の原稿を綴りつつ、終戦の時に思った疑問を一つ一つ解決していきたいと思います。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、良くないボタンを押していただけると励みになります。コメントもお待ちしております。それでは最後の一句です。選挙権、半分捨てて、平和捨て、お粗末様でした。